ローウォーズが大好きな皆様、おはようございます。今回の動画では、ウェブパソコン版のサーバー10で実施した、アリーナ上位50名のチーム編成完全調査をお伝えしようと思います。前回の調査動画では、総括的なまとめを述べていなかったので、前回のサーバー11の調査で判明したことをお伝えしながら、サーバー10のアリーナ上位50名のチーム編成を調べてみようと思います。では、マイクロソフトの全面協力により、8倍速の調査結果をご覧ください。前回の調査ではサーバー11を調べてみましたが、サーバー年齢が若いこともあり、ヤスミンなどソウルストーンの入手性が悪いヒーローの採用率が低かったと感じました。ちなみに、サーバー11でチーム編成に採用されていた人気ヒーローのベスト10は、1位から順番にアスタロス、マーサー、オリバー、ネブラ、ヨルガン、カーク、フェイスレス、ラース、クリスタ、セバスチャン、キーラとなっています。アスタロスを前衛のタンクとして採用した人は50人中で35人いましたが、アスタロスを不採用だった15人は、クリーバー、オーロラ、コーバス、ガラハットをタンクとして選択していました。また、アリーナ上位10名に限定すると、ヒーラーとしてマーサを採用したのは3名だけになっています。マーサ不採用の7名の中で3名はセレステを採用して、1人ハテアをヒーラーに使っていました。この、ヒーラーを組み込まないチーム編成の6人を見ると、6人の中で4人がカークを採用しています。カークをチーム編成に採用した場合、敵のエナジーが3回や4回も満タンになるほど長時間の戦闘になることが少ないので、ヒーラーの代わりにヨルガンやネブラなどのサポートメンバーを多く採用していることがわかります。この動画シリーズの活用方法についてお話しするよ。このアリーナ上位50名のチーム編成完全調査シリーズでは、マイクロソフトの全面協力により、目が痛くなるような数字の位置が羅列された一覧表を作成しています。この表の効率的な活用方法として、まず最初にあなたが、絶対に自分のチーム編成に組み込みたい、攻撃の主軸となるヒーローを1人決めてから、その他のヒーローの組み合わせを見つけ出す、方法が効率的だと私は考えます。例を挙げると、私の場合はカークを使いたいので、カークを採用している20名のチーム編成だけを見て、理想のチーム編成を妄想するという楽しみ方です。また、最後まで育てるヒーローの選択は、早ければ早い方が良い、ので、この動画を参考にしていただければと思います。今回の調査結果を見てみるよ。じゃじゃーん。今回の調査結果では、ヤスミンの採用率が 42%、21人になっています。サーバー11ではヤスミンの使用率が 6%、3人だったので、サーバーによって人気のヒーローが変化するということが判明しました。そして、このサーバー10では、ヤスミン対策としてヘリオスをチームに採用している人が多いのも特徴だと思います。これは、サーバー10のアリーナ1位のチームが、ヤスミンを採用しているので、ランキング上位の人たちが、ヤスミン対策としてヘリオスを積極的に採用しているからだと考えます。つまり、アリーナの上位10名のチーム編成によって、そのサーバー内では人気となるヒーローの組み合わせが変わる可能性があるのかもしれません。あと、セレステの人気がすごいと思います。私はセレステを持っていないのでその強さの理由をよくわかっていませんが、50人の中で30人がセレステを使っているのですから、これを見過ごすわけにはいきません。また、このサーバー10の1位と2位の人がセレステを採用しているので、他の人も、セレステが最強、と考えて真似をしているということも考えられます。まとめとしては、前回の調査と今回の調査で、ここまで大きな違いが出ることは想定外でした。これはカーク信者としても、動画のネタとしてこのシリーズをサーバーの数だけ作っても、価値のある調査になるので大助かりです。余談になりますが、いろいろなブログや動画で、〇〇〇のヒーローが最強、という記事を目にされた人も多いと思いますが、
その記事を書いた人がそのサーバーしか知らない場合は、客観的な意見になっていない可能性もあります。さらに付け加えると、ヒーローの各種ステータスの調整なども行われているので、常にどの組み合わせが最強ということはないのかもしれません。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回の動画はこれで終了になります。では、最後になりますが、最初からこの表だけを表示すればいいんじゃね？と思った人は、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。